どうもこんにちは、ギフです。DJ をね、始めたいってなった時に、じゃあこれから使っていく DJ アプリと、あとは機材について考えていくじゃないですか。DJ アプリに関してはね、僕のチャンネルでもいくつか動画を出しているんですけど、機材に関しては DDJ FLEX4 しか今のところ作ってないんですよね。お前が FLEX4 好きなのはもう分かったと。でも他にもパイオニアの DJ 製品はたくさんあるじゃないかと。自分はこいつのおすすめする FLEX4 が本当に合ってるのかなって思う人も多いじゃないですか。おそらくね。僕は初心者の方には FLEX4 が最強だって言ってますよ。言ってますけど、じゃあ本当に全員その FLEX4 を買っとけば間違いないかって言われると、やっぱりそういうわけじゃない。DJ をやる環境だったり、あとはやってみたいプレイスタイルだったり、お財布事情なんかもそれぞれ違ったりしますし。なのでパイオニア DJ の機材をシリーズ別にどんな特徴があるのかだとか、どんな人に向いてるのかとか考えるときにどんなところを見ればいいのかなとか、そういうところをね、今日は話していきたいなと思います。なんかこう CDJ とか DDJ とか名前もややこしかったりとかするので難しく感じるかもしれないんですけど、実はそんなに枝分かれしてるわけではないので、聞けば簡単に理解できると思います。よかったらね、今後の機材選びの参考にしてみてください。では行ってみよう。パイオニア DJ。ちょっと前にね、社名がアルファシータに変わってるんですけど、機材はパイオニア DJ 時代に出してるものがほとんどなので、今日はパイオニアって言っちゃいますけど、そのパイオニア DJ が出してる機材は大まかに4種類あります。ホームページにまとめられてるので、ちょっと見ていきましょう。ホームページの商品情報のところを見ると、一番左に4つ項目があります。上から DJ プレイヤー、ターンテーブル、DJ ミキサー、オールインワン DJ システム、DJ コントローラー。この4つですね。上2つのプレイヤー、ターンテーブル、ミキサーがいわゆるプロ機材っていう認識ですかね。パイオニア DJ の機材の種類は基本的に名前の頭文字3つでわかるようになってます。その3文字の後にハイフンがあって、後ろに機種のグレードが来ます。この辺の名前とかにも注目してね、早速上から見ていきましょうか。DJ プレイヤー、ターンテーブルは音楽プレイヤーです。レコードだったり CD、もしくは USB の音源を再生する機材ですね。もう最近あんまり見なくなりましたけど、要は多機能なレコードプレイヤー、CD プレイヤーです。なのでミックスをするときは最低でもこういったプレイヤーが2台必要になるっていうことになります。頭3文字が PLX のものはターンテーブルです。レコードプレイヤーですね。アナログレコードの再生だったり、あとはコントロールバイナルっていうちょっと変わった特殊なレコードを使って PCDJ ができたりします。ヒップホップとかスクラッチをやる DJ さんはターンテーブル使う人が多いですね。それに対して頭が CDJ になってるものは CD プレイヤーですね。レコードで DJ してたものを CD でもできるようにしたのがこの CDJ です。CD だけじゃなくて USB メモリだったり PC でも DJ できるようになってるので、今はほとんど CD は使われなくなっちゃいましたね。XDJ というのはこの CDJ から CD プレイヤーを省いた廉価モデルです。もう USB、PC のみ。時代の流れ感じますよね。こう、どうやって普段みんなが音楽を聴いてるかっていうのによって DJ 機材も形がどんどん変わってきてますよね。次はストリーミングに特化したモデルとか出るんですかね。ただ最新の CDJ3000 からそもそも CD プレイヤーの機能が省かれてしまったので、じゃあ CDJ とちゃうやんと思いつつ、もうデジタルプレイヤーは CDJ に統一されるんですかね。これらのプレイヤーはですね、音源を再生させるための機材なので、この2つのプレイヤーから流れてきた音楽をミックスさせるためにミキサーという機材を使います。この DJ ミキサーは名前の最初が DJM になってます。わかりやすいですね。このミキサーもプレイヤーの種類に合わせて2種類あります。ターンテーブルでのスクラッチプレイがしやすいようにデザインされた S シリーズ。単体は CDJ みたいにたくさんボタンがついてるわけではないので、その分ホット Q なんかが使えるようにミキサー側にボタンがついてますね。それと CDJ に最適化して作られているシリーズがあります。やっぱプロ用の機材ってどのグレードのものを見てもめちゃくちゃ高いですよね。最新機材で揃えようとすると CDJ3000 が2台で66万でしょ。で、ミキサーの DJM-A9 が 38.5 万なので100万超えてきますからね。でもパイオニアさんね、最近の円安にも負けず値上げしてないんですよ。ありがたいですね。全然買えないですけど。まあプロ機材はね、一一般人が購入するようなもんでもないので選択肢には入ってないと思いますが、これからリアルな頑張れば手が届きそうだなっていう価格帯に入ってきますよ。さっき説明した DJ をするために必要な機材、プレイヤーが2つと、あとミキサーが1つ。これを合わせて1つにしたものが、その下のオールインワン DJ システムです。頭文字の XDJ はこっちが継承したんでしょうね。両側に CDJ みたいなジョグホイールと真ん中にミキサー、それと液晶が1つついて全部が1つにまとまってます。XDJ なんで当然 CD は入らないです。USB メモリを接続してその音源で DJ をするか、あとは PC を接続して PCDJ ですね。XDJ シリーズは RR、RX3、XZ の順でグレードが上がっていきます。
DJ 機材のグレードって具体的に何が変わっていくのかっていうのを簡単に説明すると、まずは音質、それとチャンネル数、あとはジョグホイールだったりボタン周りの品質だったり操作性あたりがグレードによって変わってきます。音質はね、いい機材は当然いいシステム積んでるので音はいいです。まあでもどの機材もね、本当に音はいいのでそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけど、こうでかい音を出せば出すほどやっぱり音の荒みたいなのが目立ってきてしまうので、自分のプレイするスケール感に合わせた機材を選びたいですね。プロ機材がバカ高い理由はほとんどここだと思います。チャンネル数はこのミキサーの縦列の数ですね。この数が一度に操作できる曲の数です。2チャンネルのミキサーはシンプルですね。左右のプレイヤーに1曲ずつ入れて2曲をミックスできます。これに加えて、例えばサンプラーで音を鳴らしてやろうだとか、ボーカルのアカペラを足してリミックスみたいにしてやろうだとか、そういうのを同時にやろうとしたら3チャンネル、4チャンネルやっぱり必要になってきますね。これは自分のスタイルですね。あとはやっぱりパーツの数だとか品質がグレードによって変わります。例えばシンプルにジョグホイールがでかくて使いやすいだとか、ボタンとかノブの数が多いから操作が楽だったりとか。ボタンとかノブもね、やっぱり数多くあった方がこの機材側でできる操作っていうのが増えるのでやりやすいです。古い機材で申し訳ないんですけど DDJ FLEX4 と DDJ1000 を比べてみると、例えばビート FX の場合 FLEX4 は選択ボタンになってるんですけど DDJ1000 の方はセレクターがついてます。FLEX4 はこのセレクトボタンを連打して PC 画面でエフェクトを選択するんですけど、DDJ1000 は好きなエフェクトにセレクターを合わせるだけですぐ使えます。単純に工程が少ないので楽ですね。ボタンが多い方がなんかこうその分すごい機能が使えるようになるとかっていうわけじゃないんですけど、 PCDJ とかしてても全部コントローラー側で操作できた方が楽じゃないですか。ボタンが少ないとどうしてもやっぱり PC 側を触らないといけなくなってくるので、その辺で高い機材は有利になってきますね。ただ自分が使わない機能のボタンが山ほど載っててもしゃあないので、多ければいいっていうもんでもないですけどね。では、以上3点を踏まえて、この XDJ シリーズのグレードを見ていきたいと思います。まずは一番リーズナブルな RR。リーズナブルって言っても15万ですけど、これはミキサー見れば2チャンネルだということがわかりますね。ジョグホイールもコンパクトで、ホット Q ボタンも4つになってます。たくさんホット Q を設定してる人は切り替えながら使う形になりますね。全体的にコンパクトなので、これだったらギリギリ外に持ち運べそうですよね。持ち運びには神経使えそうですけど。次は RX3。RX シリーズの3代目です。これもミキサーは RR と同じ2チャンネルです。でもボタンが明らかに増えましたね。ホット Q も8つになってます。ジョグホイールも大きくなって真ん中に画面なんかついちゃってます。テンポスライダーも長くなって細かい微調整がしやすくなってます。ボタン類とかディスプレイとか全体的にちょっと大きくなってますよね。はい、じゃあ最後が上位機種の XZ です。もうね、ここまで来るとさっきの CDJ と大きさほとんど変わらないですね。ミキサーは4チャンネルあって、ボタンとかノブもね、プロ機材の DJM900 Nexus 2とほとんど変わんないです。ジョグホイールも CDJ と同じサイズのものが載ってるので、本当にプロ機材を一つにまとめましたっていう見た目ですよ。さすが上位モデル。こんな感じで DJ 機材のシリーズごとにグレード分けされているんですけど、ほとんどがさっき挙げた3点でグレード分けされているので、自分に必要なものと不必要なもの、よく考えて選ぶといいんじゃないかなと思います。高けりゃいいっていうもんでもないですからね。こう自分に必要のない機能だったらちゃんと省いたグレードのものを選んで、余ったお金でその分スピーカーとかヘッドホンに投資してあげた方が満足度は高いかなと個人的には思います。で、この残りの2機種がここ1年で発売された新機種なんですけど、なんか雰囲気変わりましたよね。名前も XDJ じゃないし、なんかね、急におしゃれになったんですよね。社名がアルファシータに変わってから路線変わったんですかね。一応こう DJ の形も今の時代多様化してきているので、どんな場面にもマッチするようにデザインから一新したみたいなことを聞いたんですけど、確かにインテリアとかにはこっちの方が合いそうですよね。今までのデザインはあまりにも業務用なので、まあそこがいいんですけどね。でもこっちの方が幅広く人気が出そうではある。どうするんですかね。 XDJ とは別にこのおしゃれラインを追加してこれから展開していくのか、それとも XDJ、XZ の後継機がそもそもこのオーパスで、この路線でこれから行くのか。個人的には XDJ みたいなデザインも好きなので、なくなってほしくはないんですけどね。はい、ちょっと話それかけましたが、ここまでがですね、スタンドアローンで動く機材です。要はそれだけで音楽を流せてミックスができるよっていうものですね。レコードだったり CD だったり、XDJ だったり USB メモリだったりがあれば、その中の曲を使ってミックスができるものです。なんですけど、もう一つのこの DJ コントローラーは、ただの PC 用のコントローラーなので、PC がないと何もできないです。
今まで説明してきたプレイヤーとミキサーの役割を全部 PC にやらせて、その操作がしやすいようにっていうことで使うのがこの DJ コントローラーです。PCDJ 専用ですね。なので今までで一番手頃な価格になってます。ちなみに DJ コントローラーの場合は名前の最初が DDJ になってますね。コントローラーも昔のモデルを除いてあげると DJ プレイヤーと同じように2種類のシリーズに分かれてます。CDJ と似た操作感のフレックスシリーズとターンテーブル仕様のレブシリーズです。これにもそれぞれ3つのグレードがあるので、チャンネルの数だったり、ボタンの数やパーツの質が変わってくるよってことですね。ターンテーブルでヒップホップとかバトル DJ みたいなスクラッチスタイルをやっていきたい人はレブシリーズ。そうじゃない人はフレックスシリーズで、あとは自分のやっていきたいプレイスタイルだとか、お財布事情とかを考えてグレードを決めていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ざっとですが、パイオニア DJ 製の DJ 機材の種類の説明をしてきましたが、それぞれどう違うのかっていうのは分かってもらえましたかね。まずは DJ プレイヤー、ターンテーブル、それと DJ ミキサーですね。パイオニア DJ 機材の最高峰です。プレイヤーは CDJ とターンテーブルの2種類があって、それに合わせてミキサーも2種類ある形になります。その下のオールインワン DJ システムは、プレイヤーとミキサーを合体させて一つにしたものです。レコードや CD は使えないんですけど、USB メモリーを接続すれば、その中の曲を使って DJ をすることができますし、PC を接続すれば PCDJ もできます。DJ コントローラーは PC の DJ アプリを使って DJ をするときに、その操作性を上げるために使うコントローラーです。これ単体で音楽流すことはできないんですけど、PC と接続することで他の機材と同じように DJ することができます。比較的機材の中では安価なので、ここからスタートする人が多いですね。オールインワンとコントローラーは言ってしまえば USB メモリだけで DJ ができるかどうかなので、USB で DJ するつもりがない人は安価で取り回しもしやすい DJ コントローラーの方がおすすめです。その代わり PC が必要ですけどね。あとは最近スマホとかタブレットを使って DJ する人も増えてますけど、その場合も DJ コントローラーですね。それぞれのシリーズにはグレードが3段階ぐらいあって、音質面で優れていたりだとか、ミックスできるチャンネル数に違いがあったり、パーツの質だったりボタンの数に違いがあります。操作性に関与する部分ですね。お金があれば高いものを買うに越したことはないんですけど、使いもしない4チャンネルの DJ コントローラー買うぐらいだったら、そのお金をスピーカーに回した方が楽しく DJ できるんじゃないかなと僕は思ってます。機材選びの参考にしてみてください。今回はこんなところですね。機材選びって迷ってる時間もめちゃくちゃ楽しいんですけど、安いモデルでいいのでパッと買っちゃって、その時間を DJ やった方がもっと楽しいと思いますし、迷ってる人はね、勢いで買っちゃうっていうのも結構ありだと思いますよ。個人的におすすめの機材を概要欄に貼っておくので、興味があったら見てみてください。今日も動画見てくれてありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンで応援してもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画で。